はい、皆さんこんにちは。この VZ シャーシフロントリア周りと完成してもう走らせられる状態まで出来上がりました。実際に走らせてみたんですが、めちゃめちゃね、いい走りしてました。普通にね、速かったです。それで今回はフロント周り、フロントバンパーなんかをご紹介していきたいと思います。とりあえずこの VZ シャーシ BMAX レギにのっとってカスタムの方を進めてきましたので、フロント周りも BMAX レギにのっとって作りました。こんな感じですね。なかなかね、個性的なフロント周りになりました。ということで分解してご紹介していきたいと思います。はい、こんな感じで分解が終わりました。今回の VZ シャーシ、純正のフロントステーを使ってあります。取り付けは、この根元の部分に普通のビス、そして小ワッシャーをかまして、2箇所でまず固定してあります。この 19mm ローラー穴の位置は、サラビス加工をして、サラビスを立てています。このね、サラビス加工、シャーシにしていいのかどうか、レギュレーションの方に書いてなかったんですが、これはマスダンパーを搭載するビスなので、最悪プレートの方をサラビス加工して取り付ければ同じようになるので、もしね、レギュレーション違反だったらそのように変えていきたいと思います。こんな感じで、とりあえずね、純正のプレートとビスを立ててあります。次はブレーキステー。これは FRP のリアブレーキステー。こちらを使いました。そしてこの部分、上から1、2、3個目の穴、両方をサラビス加工してあります。これは、こんな感じで取り付けていきます。このブレーキステーを取り付ける前に、これ、キャッチャーでローラーのビスの引っかかり防止を作りました。形に関してはね、ローラービスが引っかからなければどんな形でもいいと思うんですが、僕はね、今回こんな風にしました。この引っかかり防止のキャッチャーとブレーキステーを合わせてシャーシの方に取り付けていきます。なのでちょうどね、ブレーキステーにサラビス加工した穴と合うような位置でキャッチャーも穴を開けています。取り付けるとこんな感じですね。横から見るとこんな感じになっていて、ブレーキステーのフロントの部分が上がって斜めになっているんですよ。VZ シャーシだとちょうどこのシャーシのリムの部分にブレーキステーが当たっていい感じにね、斜めになるんですよね。これで 2mm のブレーキを貼ってもしっかりパンクスルーの方ができます。こんな感じですね。ほんとね、ギリギリなんですけれどもしっかりできるんですよ。タイヤはね、26mm のローファイトタイヤを使っています。フロントステーは FRP の VZ シャーシ用のリアステーをフロントに搭載しました。こんな感じで2枚使って、本当はね、瞬間接着剤で接着した方がより強度は出るんですが、とりあえず今回はポン付けで搭載してあります。これを取り付けるとこんな風になるんですけれども、ここ微妙にビス見えるじゃないですか。このブレーキステーを取り付けた時にちょろっとね、出てるビス。今回レーザーパーツね、取り付けるのにここのビスが出ていると取り付けができなかったので、このようにしてあります。レーザーパーツ付けない場合はこれをローラーステーよりも出してロックナットでね、固定するとしっかり固定ができますので、僕はね、そうした方がいいかなと思います。で、今回はこの4箇所をロックナットで固定してあります。普通に取り付けると純正のスラスト角になるんですけれども、今回ね、ちょっとこんなにね、スラスト角必要ないかなと思ったので、少しスラストの方抜きました。一回ローラーステーを取って、この小ワッシャーをマスダンパーを取り付けるビスの部分
と、ブレーキステーから少し出ているビスのところに計4箇所ですね、2枚ずつ入れていきます。こんな感じで、根元の部分には小ワッシャーを入れないので、前側が少し上がってスラスト角が甘くなるといった感じですね。はい、これで少しだけスラスト角が甘くなりました。こんな感じでコースレイアウトに合わせてスラスト角を調整していただければなと思います。今回ローラーの方は 89mm の2段ローラーアルミとアンダーローラーに 8mm のボールベアリングローラー、こちらを取り付けました。アンダーローラーは下りでね、やっぱりあればね、入りやすいかなっていうのと、ジャンプした後のエアターンとかもね、多少ここにね、当たって安定してくれないかな。そんな理由でね、とにかくね、BMAX マシン、ギミックがないので、ジャンプ後、マシンが浮いた後の復帰率をね、こういったもので高められないかなと思って、今回はこんな感じのローラーセッティングにしました。この引っかかり防止に使ったキャッチャーもビスにね、少しかかっているので、これでこういったね、コースのフェンスに入らなくなっています。ローラーをちっちゃくしたことによって、この両サイドにマスダンパーを搭載することができます。スリムマスダンパーの今回は短いショートの方をここに取り付けて、フロント部分がね、跳ねた時に効果を少しでもね、発揮してくれないかなと思って取り付けてみました。このレーザーパーツ一度つけてみたかったんですよね。どうしてもマスダンパーとローラー、こんな感じでね、取り付けているんで、もうね、こうやってね、取り付ける以外ないんですが、レーザーパーツ、VZ シャーシの純正のプラスチックのこのバンパーに取り付ける際、プレートをかますんですが、FRP のプレートに取り付ける際は、そのプレートがね、ない方の方が収まりが良かったです。なので、このまんま、この位置ですね。この位置で取り付けていきます。穴がね、今、マシン内側に1箇所ずつ開いているんですが、この位置だと、このピロッとね、出た、これがね、マスダンパーに当たってしまうんですよ。一応ね、BMAX レギュなんで、この辺のね、加工ができないということもあって、なるべくマシン内側にこのレーザーパーツが入るようにしてあります。取り付けるとこんな感じですね。ローラーのスラスト角を甘くするのに、小ワッシャーをこのフロント部分とかに2枚入れているというのもあって、ここちょっと見ると少しレーザーパーツと FRP のプレートがあって隙間があってシャーシがあるじゃないですか。これね、染み込むとね、プレートが湾曲するんですよね。本当はね、ここにもね、小ワッシャー2枚入れた方がいいんですが、なかなかね、入れづらかったので、レーザーパーツを取り付けるとこんな感じです。なんかかっこよくないですかね。最初はね、これダッセーなって思ってたんですよ。ただね、マシンに取り付けてね、ずっと見ていると不思議とね、かっこよく見えてきたんですよ。これはね、なぜだかわからないです。ちなみにこのパーツはスタビライザーですね。こんな感じでマシンが傾いた時にコースのフェンスに当たってこれ以上傾かないように押さえてくれるパーツになっています。実際はね、ここまで傾くか微妙なところなんですが、今回はこのレーザーパーツ使いたかったんですよね。理由はね、リア側も使っているので合わせたかったっていうのが理由なんですけれども、もしかするとこの穴一つ内側に詰めているのを外側に出せばもっとね、効果的になると思うんですが、このどうしてもね、マスダンパーが当たってしまうので、今回はこの位置にしてあります。今回こちらの VZ シャーシは BMAX レギュにのっとったフロント周りをご紹介させていただきました。結構ね、いい感じにポイントは抑えられたんじゃないのかなと思うんですよね。フロントブレーキ、斜めブレーキにして、さらにしっかり 2mm のブレーキを貼ってもバンクスルーができる。ビスの引っかかりにキャッチャーを使ったので引っかからないようになっていますし、ローラーも2段にすることによって下りセクション、ジャンプセクション後の安定感っていうのも増したんじゃないのかなと思うんですよ。そしてフロントにマスダンパーを乗せることで
なるべくね、フロントが跳ねないようにしてみました。極めつけは、レーザーパーツのスタビライザー。これに関してはね、効果のコードがわからないんですが、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。このレーザーパーツ、リアのね、ブレーキステーは実用性がありそうで使ってみたかったんですよ。これに合わせてね、なんかリアだけこのクリアの薄いブルーっていうんですかね、あるんだったら、やっぱり合わせてフロントも付けたいよなっていうのでね、とりあえずね、フロントにもこいつをね、付けました。っていう感じでね、正直ね、機能に関してはあんまりね、効果がなくても良かったんですが、見た目はね、なんて言うんですかね、ようやく俺もレーザーパーツ使ったなっていう感じですね。次回この VZ シャーシャリア周りの方をご紹介していきたいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。